ご視聴ありがとうございます。KK です。本日は来年の干支馬の描き方や年賀状のデザインを紹介していきたいと思います。馬と花をテーマに描いてみました。4枚デザインを考えてみましたので、最後までごゆっくりお楽しみください。まず馬を楕円形3つから描いていきましょう。胴体の前足の部分、後ろ足の部分、顔の部分です。背中に当たる部分は2つの楕円形を下に少しカーブした曲線で結びます。お腹は後ろ足の方へ上がった線にしました。首は細くなりすぎないように気をつけます。足の長さは楕円形の長さより少し長めです。後ろ足の楕円形から1つ目の関節までは逆三角形を描き、関節の丸を描き、細い足を描き、また関節の丸を描き、ひづめを描きます。ひづめは前に少し出たような台形を描くと良いと思います。前足の逆三角形は後ろ足より細い三角形にしました。尻尾は後ろ足の楕円形から下に流れるように描いていきます。たてがみは斜め下に向かった線で、耳は先の尖った三角形を2つ描きました。顔は耳に近い方に丸を描き、鼻先に向かって細くなるように描いていきます。円周に合わせて少し段をつけると馬の顔らしくなるように思います。馬の後ろ足の関節は後方に曲がっているので少し調節をしてみました。下書きの楕円形や丸の線を消し、残したい線をはっきりさせます。目は耳に近い方に、鼻先に鼻の穴を描いて出来上がりです。この方法で顔の向きを変えて描いてみました。馬の足を描くときには関節の曲がる方向を意識して描くと、その特徴をよく表すことができるように思います。2頭の馬のイラストが完成しました。次に走っている馬の姿を描いてみたいと思います。胴体と顔の部分は今までと同じです。たてがみと尻尾は馬が走っているので後ろに流れるように描いていきましょう。足は関節の曲がる方向に気をつけて描きます。走っている馬の写真などを参考に描くと良いと思います。これらの馬の絵を参考に年賀状を作っていこうと思います。今回は馬のシルエットを使って描いていこうと思うので、まずはがき台の紙のサイズに馬を描いていきました。縦長の長方形に描きたかったので、振り返っている馬の姿にしました。描き方は先ほどと同じです。このイラストは後でカットするので、たてがみや尻尾のラインを切りやすい、分かりやすいラインにしました。カッターで馬のシルエットを切っていきます。尻尾やたてがみ、足のラインなど細く細かい部分に気をつけて切っていきました。今回はシルエットを使うので、馬を描かずに無料の馬のシルエットのイラストなどをコピーして使っても良いと思います。切り終えた馬のシルエットです。1枚目と2枚目のデザインは外側の枠の方を使って描いていきます。はがきサイズの紙にセロテープで固定しました。四角いスポンジのコーナーをつまんで接地面が丸くなるようにします。
絵の具を少量取り、パレットの上で大部分の絵の具を落とし、かすれたような感じになってから紙に叩いていきましょう。尻尾の先やひづめなど狭い面積のところは重点的に叩いていきます。仕上がり具合を見ます。ひづめや足の関節部分など濃いピンクで色をつけアクセントにしました。馬のシルエットの中に描く簡単なバラの描き方です。ダブルローディングした筆を山形に動かします。次に谷のように下にカーブさせて中央が丸くなるように筆を動かします。真ん中よりやや左に寄せたところから筆を上げていき、中央の丸に巻きつくように花びらを描いていきましょう。次に丸筆で花の一番下の部分をめがけてストロークしていきます。赤と薄いピンクを筆に取り、花の底の部分をめがけて丸くストロークします。次のストロークは下にずらし短いストロークになります。反対側は3本のストロークにしました。スタイラスで濃い赤のドットを3つ打ち、花の完成です。葉は丸筆で描いていきました。葉脈はライナー筆を使い白っぽい緑で描いていきました。このバラで馬を飾っていきたいと思います。バラを描く部分は後ろ足の部分と胸の部分にしました。大きさやバランスを考えて描いていきましょう。空間をつぼみのバラで埋めることにしました。最後にバランスを見ながら青い実のドットを打ち完成です。2枚目のデザインでは緑を使い馬のシルエットを出すようにしてみました。スポンジで絵の具を叩く方法は先ほどと同じです。ひづめや細い足など気をつけて色を落としていきましょう。濃い緑で尻尾の先やたてがみなどアクセントをつけました。このデザインでは簡単なデイジーを描いていこうと思います。外側の円周から中央の丸に向かって筆を引っ張ります。上下左右の花びらを描き、その間を埋めるように花びらをどんどん描いていきましょう。濃いピンクや薄いピンクを使い花の色を変えながら描いていきました。花芯は筆の後ろで丸を描くようにして描いています。スタイラスのドッツで小さい小花を描き加えました。花芯の周りに焦げ茶色でドットを打つと花が引き締まった感じになります。バランスを考えながら青い実のドットを打って出来上がりです。3枚目のデザインは馬の絵の本体の方を使いました。剥がれやすい糊を少量つけ絵を固定します。先ほどと同じようにスポンジで馬の絵の周りに色をつけていきましょう。ここでも濃い緑を使い色に変化をつけてみました。霧の中に馬のシルエットが浮かび上がるような感じで、この感じもいいなと思いました。3枚目のデザインではとても簡単に描ける綿棒で描く花で馬を飾っていきます。先端に絵の具をつけた綿棒を花を飾りたい位置に押していきましょう。その周りに好きな色の花びらをつけていきます。
葉は花に合わせて丸い感じの葉を描いてみました。バランスを考えながら赤い実で空間を埋めていきます。このデザインでは目も描いてみました。4枚目のデザインでは走り抜ける馬の姿を使いたいと思いました。はがきを横に使い、左に寄せて馬を描いています。カットした枠の方を使っていきます。好みの色を使って馬のシルエットに色をつけていきましょう。円周のようなラインを2本描き、その中を花で埋めていきます。好きな色の小花や花戸を散りばめて描いていきました。花びらや実なども空間を埋めやすいです。4枚目のデザインの完成です。今回は馬のシルエットを使い、はがきに4枚のデザインをしてみました。来年の年賀状を書くときの参考にしていただければ嬉しく思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、とても励みになります。よろしくお願いします。また、感想やリクエストなどございましたら、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。